通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、最新映画プラダを着た悪魔2からの話題になります。もう間もなくで公開を予定しておりますプラダを着た悪魔の続編プラダを着た悪魔2ですが、公式がですねこの一場面をネットで公開したところ、これがですね、大変な炎上になってしまっているというんですね。で、よくよく調べてみますと、この中心におります女優さん、ここ最近ですね、立て続けに炎上していたということも分かりまして、かなり気の毒な状態に置かれているというんです。すでに中国ではボイコットを呼びかける運動も始まっているということで、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さん、チャンネル登録をお願いしますね。ということで、こちらね、見えておりますが、皆さんこれご存知ですか？ご存知ですよね。プラダを着た悪魔の続編、プラダを着た悪魔2ですね。これがね、こちら5月1日ということで、もう間もなくですね、公開を控えていると、こういった状態になっているんですが、この作品、なんと今ですね、炎上してしまってるんですよ。炎上しそうもない作品ですが、結構な騒動になってしまってるというんですね。特に中国では、現在ボイコットを呼びかけられているということで、ハリウッドにとってもね、この中国というのは大きな市場ですから、この動きがどういう風になっているのか注目を集めていると、こういった状態になっています。チンチョンをめぐり、中国のネットユーザーがプラダを着た悪魔2をボイコットしている。ということで早速ですが、こちらですね、チンチョンとあります。こちらが本日のキーワードになります。本日こちら、用語の解説になりますね。チンチョン、チンチャン、チュンチンといった表現は、中国語や中国系の人々、または中国人とみなされた他の東アジア系の人々を嘲笑したり、模倣したりするために使われる侮辱的なフレーズである。これらの語は北京語や広東語の音を揶揄した模倣である。ということでね、こちらに見えております、チンチョンというワードなんですが、これね、チンチョンだけに限らないんですね。これに近い言葉、チャンチャンだとか、チンチャンだとか、チュンチン。これつまりね、中国語の音を揶揄したもので、これをバカにするワードなんですね。つまり、差別用語と。で、これはですね、以前ね、歴史的に、様々な小説で、これ登場していたということで、今ではね、これは、差別用語だよとされているわけですね。日本でもこういうのあるでしょ。過去には許されていたけど、今はちょっとまずいよね、みたいな表現ありますよね。日本でも大昔は、某カメラのことをね、そういう風に呼んだりしたでしょ。ちょっと言いませんが、そういうことですよ。ということで、こちらは、チンチョンをめぐり、中国のネットユーザーがプラダを着た悪魔2をボイコットしている。この論争により、プラダを着た悪魔2は公開の数週間前から厳しい視線にさらされており、一部のネットユーザーは映画内の中国人キャラクターの描写を理由にボイコットを呼びかけている。反発は予告編が公開された後に始まり、中国のソーシャルメディア上で急速に拡散した。4月21日付の現地メディアによると、批判は主にキャラクターの名前とその描写の両方に集中しており、一部の視聴者は不快な含みを感じると指摘している。問題となっているキャラクター、ジン・チャオは中国人俳優のスン・イーティエンが演じ、アンディのアシスタントとして登場する。主演ではないものの、このキャラクターはオンライン上の議論の焦点となっている。ということで、それがね、こちらになるんですが、20世紀スタジオがね、この映画の一場面というのをここでね、公開してるんですね。すると、この中に登場する、中国系のキャラクターがいるんですが、これがね、自分の名前をジン・チャオと言うんですよ。Are you Andy? Yes. Hi, I'm Jin Chao. I'm your new assistant. つまりこちらね、先ほど見ました。チンチョンと限りなく音が似ているんですね。先ほどもご説明しましたが、これはね、チンチョンに限った話ではありません。これに近い音ですね。これらが差別用語とされているので、なんでわざわざそんな名前にしたの？このように言われているんですね。で、さらにはですね、こちらにありますが、アジア人をね、本当にステレオタイプ化したような見た目となっていて、ここね、メガネかけていたりするんですね。つまり、こういった見た目のキャラクターに、この名前をつける。もうこれわざとやってんだろうと。このように言われてしまっているんですね。当初の反応の多くは、名前そのものに集中していた。一部のネットユーザーは、ジンチャオという名前が、チンチョンに似ていると主張しており、これは歴史的に西洋で、中国人に対する別称として使われてきた表現である。注目を集めたコメントの一つには、もし黒人のキャラクターが2語で N ワードを想起させるものだったら、ハリウッドはそんな映画を公開できるだろうかというものであった。ということで、これはね、確かにそうですよね。まずね、音的にはありえないと思いますが、日本人のキャラクターがジャップさんというキャラクター名だったりするような、そのぐらいな感じということですね。予告編では、このキャラクターは、メガネにチェック柄のシャツという姿で登場。このシリーズで知られる洗練されたファッション重視の世界観と比べると
明らかに控えめな印象となっている。いくつかのシーンも不快感を強めている。このキャラクターは上司を公然と批判し、自信に満ちたやや孤児的とも取れる口調で話す様子が描かれており、一部では勉強はできるが社会性に欠けるというアジア人のステレオタイプに寄っていると指摘されている。ということで現在、こちらのキャラクターは、そのね、名前はもちろんのこと、この見た目やその性格設定、これがね、あまりにもアジア人をステレオタイプ化しているのではないかと、このように批判されてしまっているというわけです。で、なんでね、こんなことを言われるのかと言いますと、これはね、アメリカだけではないですよ。日本でもそうでしたよね。昔はですね、その外国人を、かなりね、今となっては差別的な描き方をする。こういうのってあったでしょう。正直これに関してはね、日本でも横行していたんじゃないかなと思います。でね、海外の映画で、まさにね、日本人を対象としたいい例がありますよね。もしかしたらピンときた方いらっしゃるかもしれませんが、こちらですよ。あの名作、ティファニーで朝食をのユニオシですね。これはね、日本人のキャラクターなんですが、なんとこれ、白人が演じています。で、もともとはね、こういったキャラクターではないんですが、このね、メガネに出っ歯で背が低いという、こういった日本人のステレオタイプにして、これをね、非常に露骨に描いたんですね。こちらね、ハンズ・ポッターの日々さんというブログにね、いろいろ書かれておりますので、概要欄にね、URL 貼っときますので、よろしかったらご覧になってみてください。ただね、このティファニーで朝食を、1961年の映画ですよ。もうね、大昔です。ありますよ。これはもう全世界的にね、外国人を差別的に描く。これはあったんじゃないかなと思います。今では考えられないような表現も正直ありました。これね、1961年です。2026年でやると。こういうことなんですね。つまり、このプラダを着た悪魔2というのは、中国人にとってはね、これが現代版のティファニーに朝食をになってしまっていると。こういったわけだったんですね。でね、これを演じている女優さん、こちらの方になりまして、ヘレン・ジェイ・シェンというのが英語名です。先ほどはね、中国名でしたが、これが英語名なんですね。で、この方はね、上海からの中国人の移民の両親のもとに生まれたということなんですが、現在拠点としているのはアメリカで、ブロードウェイでも活躍してるんですね。そしてこの女優さんですね、なんと、この炎上に巻き込まれるの、初めてじゃないんですよ。これがね、ちょっと気の毒と言いますか、これに関してはね、こちら AP ほか様々なメディアで報じられているんですが、ここいますね。ここではね、何が起きたかと言いますと、韓国初のミュージカルで、メイビーハッピーエンディングという作品があるんですね。で、これはね、韓国版ではなくて、ブロードウェイ版。ここに主演したのがヘレンさんでした。で、この作品ですね、もう一人ね、相方の役者さんというのがいるんですが、これがですね、白人男性に変更されていたんですね。で、この役というのはもともとアジア系が演じる役だったものですから、これがレーススワップですよ。このようにして大炎上してしまったというわけです。で、彼女はね、この騒動を受けまして、インスタで声明を出しておりまして、この時にね、今回の件を考えると、非常に皮肉なことを言っておりまして、私たちはこの舞台でね、ステレオタイプに頼らない物語を期待されているんだと。で、今回のこの一件というのはコミュニティのみんなと一緒にね、失望感を感じていますと。このように言っているんですね。で、翌年これなんですよ。これは皮肉な話でしょ。ね、2025年に自身が主演するブロードウェイミュージカルの炎上を受けて、ステレオタイプについて語っていたにもかかわらず、2026年、このプラダを着た悪魔2の中で、もろ中国人のステレオタイプを演じてしまっていたと。で、やっぱり今回も炎上してるんですよ。厄年この方おいくつなんでしょうか26歳ですね。ってことは、厄年じゃないか。とはいえね、一度厄除けに行った方がいいかもしれませんね。ということでね、このヘレンさん、2025年と2026年、立て続けに、この人種関連の炎上に巻き込まれてしまっていると。こういったわけだったんですね。ではこちらね、20世紀スタジオのリプラン見ていきたいと思います。なんであえてジンチョンなんて名前にしたんだよ。ジンチョンとまんま同じに聞こえるじゃん。マジで怪しいだろ。そしてこの方ね、中国系の方ですかね。ジンチョウ、お前はクソレイシストだと。ジンチョンを抜きにしても、彼女の名前は中国語で、これね、全長と全く同じに読めて、めっちゃブサイクやめっちゃ臭いという意味になる。この映画は文字通り、このステレオタイプのミームをそのままやってしまっている。ね、まさに見た目がこれだろうと。2026年なのに、まともな中国名すら思い浮かばないのか。この映画を見るつもりでしたが、人種差別的と知って見るのをやめました。この方、日本の方ですね。プラダを着た悪魔、ここまでのプロモーションめっちゃ良かったのに、公開直前に突然ド直球のアジア人差別を見せつけてきて横転。子供っぽい服装、メガネ、過剰なほどの経歴、IB リーグの肩書きを持ち、トップレベルでありながら、へりくだりすぎて自分の能力に自信がない。これはアジア系アメリカ人のステレオタイプではなく、白人女性の幻想だ。
この方も日本の方ですね。ポリコレが映画をつまらなくしたという最近の風潮に真摯に向き合い、初対面でいきなりイエール卒や GPA をアピールするコミュ障で、メガネをかけたチンチクリンのアジア人女性という、ド直球のステレオタイプ差別をかましてくるプラダの悪末。あまりにもハリウッドすぎる。いいぞ、もっとやれ。こんな頭の悪い映画を引っ提げて、今アジアツアーを回ってるの。この役のキャスティングをするときに人種は絶対議題に上がったと思うんだよね。黒人にしたら絶対に燃える。やはりアジア人はまだアメリカではこういう扱いなんだね。シドニー・スイーニーのカメオシーンは公開直前にカットしたくせに、東洋人への人種差別的なシーンはわざわざクリップまで切り出して、事前に公開するなんて、本当に狂ってる。ね、この方も言っておりますが、シドニー・スイーニーね、3分間のカメオシーンがあったと言われているんですが、これね、今回丸々カットになっているそうです。ということでね、この下の方もアジア人の描き方露骨すぎてえぐと言っておりますが、今回のね、この20世紀の投稿、どこまで行っても批判のコメント一色という形で、大炎上してしまっているという状況になっています。はい、ということで本日はですね、公開目前となっております、プラダを着た悪末、20世紀スタジオが公式でそのクリップの一部を公開したところ、これが中国を中心に大炎上してしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。実際ね、どこまで意図していたのかというのはわかりませんが、あの女優さんも気づきそうなもんですけどね。もしかしたらね、本当に、徹底的なステレオタイプ化というのが、お題目だった可能性もなくはないですよね。冒頭にも言いましたが、中国というのはね、ハリウッドにとって大きな市場となりますから、この炎上騒ぎがね、どこまで影響してくるのか。結構中国ね、こういうの厳しいですから、このあたりね、注目しておくといいかもしれません。いやー、でもそれにしてもね、あの女優さん、災難ですね。2025年から2年連続でこの炎上に巻き込まれるというね。この映画の1、好きな方もね、多いんじゃないかなと思いますが、皆さん、このプラダを着た悪末、ご覧になりますか？ぜひコメント欄で教えてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。